はい、お世話になっております。イムケンです。今回は、中国旅行に行くにあたって準備しといた方がいいものっていうのをね、お話ししていこうかなと思います。で、この前実際僕が上海に行ってきて、感じたことも含めてね、共有できればなと思いますので頑張っていきます。こういう動画、僕撮ったことないじゃないですか。ないからちょっとぎこちないかもしれないんだけど、気にしないでもらいたいですね。はい。基本的にはその通信の問題でしょ。あとはそのね、支払いの問題でしょ。あとはそのビザの話もしたいんだけど、普通のビザで僕今回行かなかったんですよ。トランジットビザって言って144時間のね、トランジットビザの方で行ってきたので、そこの話をしていこうかなと思います。そこは最後にしようかなっていうことで、やっていきましょう。これからね、中国にちょっと行かなきゃいけないとかっていう人たちのなんか力になれればなと思いますので、まず最初に、通信の問題ですね。はい。中国っていうのは、中国の回線を使うと、僕らがいつも使っている Google だったり、Facebook、インスタ、LINE とかね、そういうのが使えない。だから Google マップとかも開けないんですよ。それは結構厳しいじゃないですか。僕ら日本人にとってね。厳しいので、そこは回避しなければならないというところがありまして、まず回避をするにはですね、回避できるSIM を使ったり、eSIM っていうのを使ったり、モバイル Wi-Fi ですね、っていうのを使ったり、すればどうにかなるんですよね。で、今回僕が使ったのがですね、使った会社の、SIM の方、概要欄入れときますので、よかったら見てもらいたいんですけど、それは、もう、抜き差しするだけのやつでね、1日1ギガって書いてあったんだけど、1ギガ超えてもね、全然通信できたんで、問題ない、かなりスムーズにいけましたので、おすすめかと思います。ただ、電話番号がですね、あった方がいいっていう情報がね、僕が行く前、調べてた時に結構出てきてて、Amazon のレビューとかも見てたんですけど、中国を旅するには電話番号がないと厳しいっていうのが書いてあったんで、と思って、ね、何に使うかっていうと、そうやってこう配車アプリを使ったりね、何か、注文する時だったりも、結構電話番号認証があるっていうことで、あと WeChat と Alipay の方も200元以上ですね、支払う場合は電話番号認証がいるとかっていう話もね聞いてたんですよ。で、200元以上ってことはさ、4000円ぐらいでしょ。僕はそんなあまり高額なね、ものを買わないので、必要はなかったんですけど、結構例えばどっかのに行ってね、ディズニーランド行って、買い物するとか入場料払うとかっていう時に、200元以上だったらさ、電話番号認証がいるじゃないですか。ってなったら電話番号ないと、その場で決済できないっていうところになるんで、そうならないためにもね、カードっていうのを持って行った方がいいと思います、僕はね。カードと現金のを持っている。それは後で話するんですけど、電話番号を発行してしまうと、その中国の回線っていうのを使うことになるので、僕らの普段使っているサービスが使えないっていうのがありまして、どっちかって言ったら Google とか使いたかったから、僕は今回その電話番号なしで行ってきました。で、電話番号なしで行ったんだけど、どうだったかって言ったら、普通に旅自体はできたよね。できたんだけど、WeChat の方でね、電話番号認証が1回だけありました。そこで終わったよね。終わったんで、っていうのをね、僕が入国の動画でね、話したんですよ。そしたら、そのコメント欄だったっけな、に、SMS をね、転送できるサービスっていうのがありますよということで、教えていただいたんですよ。で、僕も調べたら、すごい便利だなって思いました。SMS をね、日本の方で、飛ばして、それをメールにね、変換してくれて転送してくれるっていうサービスがあると。これだったらいけるじゃないですか。日本にただ、SIM 入れたもう一台の携帯を置いとかなきゃいけないけど、そこに SMS が届いたら、それが自動で中国の現地にいる自分に送ってくる。メールで送ってくる。そこで番号が見れる。これはすごい便利だなと思いました。あとはですね、eSender っていうサービスがありまして、これは何かっていうと、WeChat の方でですね、eSender のアカウントをですね、追加して、そこで登録をするとですね、一時的に電話番号を発行してくれるっていうサービスですね。これもいざっていう時は使えそうだなと思いましたので、概要欄の方に貼っておきます。急遽、そうやって電話番号認証が必要になった時は、こういう対策もあるのかなっていうのがありますね。eSender がもう WeChat の方で一時的にね、何日かって決まってるんだけど、電話番号をその時だけ SMS 用のね、電話番号とかを発行できるということで、そこで発行してですね、届いたのもWeChat 内で見れるんで、それを打ち込めば認証できるっていう話です。はい。これもね、やり方があるサイトがね、を見つけたので、そこがすごくわかりやすかったんで、ちょっと概要欄に貼っておきますね。現地の方で Wi-Fi、ホテルの Wi-Fi、ゲストハウスの Wi-Fi じゃ Google とかもちろん見れないんで、その地図ばっかり見てましたね。高徳地図って読むかわかんないですけど、こっちの方を使って行ったんですけど、そこで、地図を見ながら、ここおもろそうだよなとか言って、はい。っていうのしか Wi-Fi できなかったんで、あとは、現地ではなるべく通信を使わないようにね、節約しながら行きました。はい。
電話番号で、アリペイに配車機能っていうのがあって、グラブだったりウーバーみたいな機能をアリペイの中で、使うことができるっていうのもあるらしいんですよ。はい。で、そこで僕電話番号が必要なのかなと思ってたら、電話番号はですね、本人確認に使われるらしいんですよ。その運転手さんに下4桁を言わなきゃいけないっていうだけ。で、あとはその現地で運転手がどこにいるか分からない時に電話かけたりとかっていうのに使うんで、それが必要なかったら、まあもう別に電話番号なしでもいける。現地で持ってなくてもね、いけるっていう話だったので、僕は今回それは使いはしなかったです。あとは、シェアバイクとかも電話番号あった方が使えますよねっていうところですね。だから準備しておくのは SMS の対策っていうのを準備しておけば問題ないのかなと。e センダーっていうやつと、あとは SMS の転送を、使用してもらったら問題ないかと思います。次はですね、支払いの方法について話していきたいんですけども、僕が中国に行く前にね、調べてた時に、結構その現金が使えないとか、アリペイじゃないと支払いできないとかって出てきたんで、そこがね、不安だったんだけど、結論ですね、現金でもいけるみたいです。なんか法律で現金払いをね、拒否することはできないらしくて、ただ、僕、実際に現地でアリペイオンリーみたいなことも言われたんですよ。言われたから、わかんないよね。だから、もうアリペイと WeChat っていうのは準備しておいた方がいいというか、ここは絶対準備した方が良いと思います。で、アリペイと WeChatPay はね、日本国内にいる時から僕ら登録できるんで、そこでクレジットカードの方を紐付けしておけば、現地の方で、使用できるっていういったところです。で、それにも電話番号認証がいるんで、だから現地で登録っていうのはちょっと良くない。もう日本の方で登録していった方が良いかと思います。WeChatPay も Alipay もなんだけど、僕いくつかね、クレジットカードをできないカードがありました。アメリカンエクスプレスはまず無理だったでしょ。で、僕の場合 JCB もいけませんでした。いけるって書いてあったんだけどね。マスターカードがね、いけたんで、それで通したんですけども、あとはビザとかね、あると思うんだけど、そこも怖いんで何枚か準備した方がいいよね。準備して、実際にカードも持っていく、現地に持っていくっていうのをした方がいいと思います。ただほら、海外でさ、利用したら止まることってたまにあるじゃないですか、海外利用でね。だから僕それ怖かったんで、カード会社の方に前もって言ってたんですよ。こうやって中国に行くから止めんでくれと言ったんだけど、それはなんか止まるか止まんないかは、その時になってみたらわかんないんだけど、緊急のね、連絡先っていうのを教えてくれました。だからそこのカード会社さんにもよると思うんだけど、そうやってこう対応してくれるところもあるんで、この番号だったらフリーダイヤルで現地からかけれるよみたいなのも教えてくれたんで、最悪さ、そういうのがあればホテルの電話借りてね、無料だからっつってかければ OK なんで、そういう対策もしておいた方が良いのかなと思います。でね、今回僕が実際に上海の方に行って、アリペイだけしか使ってないです。全部アリペイだけで行きました。地下鉄もアリペイ、コンビニの支払いとかもアリペイ、現地でなんか買う時も全部アリペイ。で、泊まることもなかったです。ただ、この前コメント欄とかにも来てたんだけど、アリペイが突然止まったとかいう話もあったんで、だからそうならないためにも、じゃあそのクレジットカードも持っていくとか、現金も一応ちょっとだけね、持っていくとか、中国銀行っていうのがあるんで、そこで両替できるから、とかカードも何枚か準備しておくっていうのは必要だと思います。なんでそのアリペイが急に止まるかはちょっと僕もわからないんですけど、それはね、現地でそういったトラブルっていうのはあるみたいなので、だからアリペイと WeChatPay は絶対に僕は準備していった方が良いと思います。で、地下鉄もですね、僕最初切符を買ってたんですけど、アリペイでね、あれもなんか数日後気づいたんだけど、おばちゃんがね、もう直接QR コードピッてやってたんで、それでいけるんだって改札でね、それでいいと思います。便利だね、だからアリペイっていうのは。ただ、アリペイも WeChatPay も e センダーとかもそうなんだけど、なんかね、政府の方に個人情報を、送らなきゃいけないので、ちょっとその情報的にね、どうなのかなっていうのは、ちょっとあるじゃないですか。ちょっとそこ嫌だなっていう人は結構難しいんじゃないかな。そういう人はそもそもいかねえか。支払いに関しては、僕は現金使えないと思ってたんだけど、実際は使えるみたいなので、なんとかなるかなと思います。アリペイと WeChatPay 使えなくなったら、積むって僕思って言ってたんで、その覚悟で言ってたんで、一番大事なのは僕は通信かなと思います。通信が使えなかったらアリペイも何も使えないから。で、その次にその支払い方法ね。そこの通信のところは結構対策しておけば問題ないのかな。僕は電話番号はなくてもいけましたけどねっていう話ですね。で、最後に
ビザですね。ビザの問題があるじゃないですか。今中国っていうのはビザなしで行けないので、通常のビザを取ってもらうか、僕がこの前使ったトランジットビザっていう、ビザフリーみたいなものですね。でそれを使っていくかっていうところになってくるんだけど、で僕はビザ、免除をね、そのトランジットビザで行きました。ただ通常のビザっていうのもちょっと取るのめんどくさいんですよ、中国で。僕のフォロワーさんのですね、山田さんっていう方がですね、その中国に行ってて、僕が行く前、ちょっと前に行ってて、そこでそのビザ取得のね、通常ビザ、中国の通常ビザを取得する方法、流れっていうのをね、詳しくね、書いて投稿されていたので、そのやり方が僕はね、一番ね、分かりやすいかなと思ったので、ちょっと概要欄に貼っときますので、見てください。よかったら。そうやって通常ビザで行くっていう人たちはね、そちら見てもらえれば分かりやすいかと思います。で、僕のトランジットビザがどうだったかって話なんだけど、航空会社、チケットね、まずは僕は日本から上海行きました。で、上海、香港で日本に帰ってきたんですよ。だからその乗り継ぎの間に上海が入っていれば OK なんで、そこの航空券、日本から上海から香港までの航空券をですね、まずはあれば OK なんですよ。それとホテルの予約書ですね。っていうのを準備していきました。ね、もう僕普段コピーとかしないんだけど、e チケットの控えとかもね、全部コピーしていったんだよね。で、僕福岡から行ったんですけども、福岡空港で、こう見せてね、こうやってトランジットビザで行きたいんだけどっていう話をしたら、ちょっと時間はね、15分ぐらい取られたかな。なんかいろいろごねごねやってたんだけど、でもホテルはここに泊まって、いつこの上海に行きます、どこに滞在しますっていうのを伝えたら問題なかったです。ただその滞在できる地区っていうのは決まってるので、地区っていうか、区域ね、っていうのは決まってるので、そこは事前に注意して、上海は問題ないです。で、行って、で、現地に着いたら、入国カードではなくて、臨時入国カードっていうのがありますので、そちらの方に記入をしました。で僕、分かんなかったんで、聞いたんですよ、そこら辺のおじさんにね。臨時カード欲しいんだけど、つって。そしたら、くれたんで、そこの流れは僕の、入国の時の動画を見てもらえれば問題ないのかと思います。あとは、聞かれたこととしては、初めて来たのかっていうのと、何しに来たのっていうのを聞かれて、あと何日滞在するのかですね。で、ホテルはここに泊まって、っていう、で、何日に行くのかっていうのだけでした。それを聞かれて、終了でした。なんかその、トランジットで行ったら入れなかっただの、なんか厳しくね、いろいろ長時間聞かれたとかね、書いてあったんですけど、僕の時はそこまではなかったね。本当にもう全部準備して入ってやったんで、その職員さん2人でチェックして、おしまいっていう感じです。それでも10分ぐらいかな。そして、ね、印鑑を押してもらって、もうすぐ入れたんで、全然問題なかったのかと思います。だから、チケットの控えとホテルの確認書、予約書っていうのは、ちゃんとこう紙にして持っていった方が僕はいいかなと思います。一応スクショとかも取っといたけどね、僕はもう本当年には年をね、いろんな保険をかけていったんですけど、大丈夫でした。あとは、準備するのはそこぐらいかなと思います。あと何かありますなんか他あったら、コメント欄の方で、言ってもらえればね、僕は分かる範囲だったら答えれるので、分からない範囲は調べてみるっていう感じなんですけど、ただ、情報がちょっと少なかったので、今からね、上海行くよとか、中国行くっていう人たちのためになればと思ってね、簡単にですけども説明させていただきました。ぜひね、参考にしていただければと思います。中国ね、今ちょっとその情勢的にどうなのっていう声も結構あったんだけど、いいところなんでね、タイミング見て行きたい人はね、行ってみたらどうでしょうか。はい、ということで、他の動画もね、ちょっと上げているので、まだ始めたばっかりですけど、ぜひ見ていただければと思います。じゃあ、すいません、長々とね、申し訳ないんですけども、はい、次回も見てくださればと思います。はい、じゃあね。